こんにちは、桜井です。今日は暗号資産市場が再び動き出しているというテーマでお話をしていきます。結論から言います。今、イーサリアム、XRP、そしてドージコイン、この3つの銘柄に共通して起きているのは、クジラと機関投資家の資金が再び流れ込み始めているということになります。しかも今回は一時的なバブルではなく構造的な資金の再配置が起きています。なぜ今それが重要なのか、この動きを正しく理解しておくことで、これからの大きな相場の初動に乗るチャンスをつかめるからです。ここ最近 SNS でも次のブルーマーケットが来るとか、ビットコイン ETF 第2弾が始まるといった話題が増えています。ただ僕が注目しているのは価格そのものよりも誰が買っているかです。個人投資家の盛り上がりではなく、明確にクジラや機関投資家が動いている。この点が過去の一過性の上昇とは全く違うんです。ではまず、現状の市場を整理していきましょう。ベルンクリプトのデータによると、最近クジラたちは再びポジションを積み増しをしています。具体的には、あるウォレットではおよそ 1400BTC、そして4万イーサものロングポジションを保有していることが確認されています。しかもこれらはすべて CPI の結果を受けてから動いたもの。つまり、インフレの落ち着きと利下げ期待をきっかけに、再びリスク資産へ資金を戻す流れが始まっているということになります。ベンゼンガーの記事でも、米中貿易合意のニュースを受けて、ビットコイン、イーサリアム、そしてドージコインが同時に上昇したことが報じられています。イーサリアムは4000ドルを回復し、アナリストによると4525ドルを突破すれば、次は5000ドルが見えてくるとのことです。そして、ここで注目したいのが、同じタイミングでドージまで上がっているということ。ミームコインであるドージは通常市場の温度を示すバロメーターのような存在です。つまりドージが上がるということは市場全体のリスクオンが強まっているサインなんです。そしてもう一つ、イーサリアムのステーキングに関するニュース。AMB クリプトの記事によると、1万イーサ以上を保有するアドレス、いわゆる大口保有の残高が増えています。さらに、ステーキングされたイーサは、すでに3600万イーサを超えています。これは全流通量の約3分の1に相当します。そして、ここが今回の意外な事実なんです。価格が上がっているにもかかわらず、売りではなく、ステーキング、つまりロックして利回りを得る動きが増えているんです。普通なら価格が上がれば利益確定で売られやすいのに、今は保有する人が増えている。これが何を意味するのか。簡単に言えば、売り圧力が減っているということ。供給が絞られるほど今後の上昇ポテンシャルは高まります。では次は XRP の話に移っていきます。XRP もここ数週間で大きく動いています。REX シェアーズによるスポット型 XRP ETF が立ち上がり、その運用資産がわずか数日で1億ドルを突破しました。これは個人投資家の勢いではなく、明らかに機関投資家の流入です。さらに CME では XRP 先物の取引高も拡大。そして XRP の時価総額はついに BNB を抜き、再び世界第3位の座に返り咲きました。つまり今の XRP は単なるアルトコインではなく、金融インフラとして再評価され始めているということになります。そしてこの流れを象徴するように、リップルの CEO であるガーニングハウスさんは、XRP はリップルにとって中心的存在であると発言しました。僕の見立てでは、これは第2の基幹マネー相場の始まりです。1度目は2021年、ビットコイン ETF の期待で資金が入りました。そして今度は XRP やイーサを中心とした実需型資金流入です。特にイーサは AI とスマートコントラクトの基盤として位置づけが強まり、XRP は国際送金や CBDC 連携を見据えたプラットフォームとして進化しています。つまり AI と金融、この2つの流れが交差するポイントに今資金が集まっている。これが今回の相場の本質だと考えています。では、ドージコインはどうか。ベンゼンガーの記事では、ドージコインが米中貿易合意の発表後に 6% 以上急騰し、取引量も倍増したと報じています。アナリストのアリさんによれば、もしドージが 0.18 ドルのサポートを維持できれば、最大で 60% の上昇が見込めるとのこと。ドージコインは
ミームコインという扱いですが、相場全体の投資家心理を映す鏡でもあります。これが上がるということは、市場にまだ上がるかもしれないというポジティブな空気が戻ってきた証拠となってきます。では、ここからは僕の分析をお話をしていきます。今の市場には3つの波が重なっています。1つ目はクジラのロングポジションの積み増し。2つ目は機関投資家による ETF ステーキングを通じた参入。そして3つ目が AI トレーニングによる資金の再配置です。特に注目すべきは AI が24時間市場を監視し、資金を最も効率のいい銘柄に動かすようになっているということ。これは個人投資家がチャートを見るスピードをはるかに超えています。つまり AI によるトレードと機関投資が重なることで価格の動きがより知的になっている。一見すると単なる上昇トレンドに見えて、その裏には AI が解析した資金フローが存在しているんです。僕はこの状況を AI 資本市場の第2章と呼んでいます。クジラは AI を使って市場を先読みし、機関は AI を使ってポートフォリオを最適化する。そして僕たち個人投資家も AI を活用して同じ土俵で戦う時代に入ってきています。そしてここで紹介したいのが僕が実際に使っているビットレード X の AI トレードです。この AI は24時間リアルタイムで市場データを解析し、自動でポジションを最適化してくれます。しかも AD デイリーという機能を使えば出金はいつでも自由。リスクを抑えながら効率的に資産を増やせる仕組みです。そして特別なサポートグループに登録した方には日本語での質問ルートやマニュアル、初心者向けのフォロー体制も整っています。興味のある方は概要欄から LINE に登録してみてください。無理に進めるつもりはないんですけれども AI トレードを体感すること自体がこれからの時代において大きな経験になってくると思います。ビットレード X に関してはあさって水曜日の20時からウェビナーを開催し説明会をします。概要欄にウェビナーのリンクを掲載していますので、ぜひ来られてみてください。さて、話を元に戻します。今後の展望についてお話をしていきましょう。まず、イーサリアムは4525ドルを超えれば5000ドル突破の可能性が高まります。このラインを明確に上抜けできるかどうかっていうのが次のフェーズへの分岐点です。XRP は ETF の資金の流入が続けば年内に3ドル台を目指す展開も現実的です。特に CME や欧州での機関採用が進めばさらなる上昇余地があります。同時コインは短期的な投機要素が強いですけれども0.18 ドルを守れれば短期で 0.25 ドル、最大で 0.33 ドルまで狙えるシナリオ。ただし、同時は勢いのある相場では利益を出しやすい一方で、逆風では急落しやすい点に注意が必要です。最後に今回のテーマを一言でまとめます。今の暗号資産市場はクジラ機関投資家が同時に動きを始めた初動フェーズにあります。これは単なる価格の上昇ではなく資金の構造変化、この流れを読めるかどうかっていうのがこれからの相場で生き残るかどうかの分かれ道になってきます。そして僕たち個人投資家にできることはシンプルです。市場を恐れず情報を武器にし AI を味方につけること、波を読み乗る。それが今の時代非常に重要になってくるんじゃないかと思います。そしてこのチャンネルではニュースをただ紹介するだけではなく、その裏にある意図や構造を分析してお届けしています。そして皆さんと一緒に学んで一緒に資産を増やしていければと思います。はい、本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産の投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際にはしっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。